皆さんこんにちは。リアルな日本語ポッドキャストのお時間です。このポッドキャストでは日本語を勉強している皆さんに向けてネイティブがよく使う日本語や日本の文化についてお話をしています。今日もぜひ通勤中だったり散歩中、あとは勉強の合間などにぜひリラックスして聞いてくれたら嬉しいです。はい、ということで皆さんはいかがお過ごしですか？もう3月ですね。あっという間に2026年も2ヶ月が経っちゃってもう3月めちゃくちゃ早いですね。ついこの間明けましておめでとうって言ってたのにもうこんなに日が経っていました。はい。そうそう、私はですね、つい最近福岡県に行っていました。皆さん福岡っていう場所は知ってるかな？どうでしょう？結構ね、日本の中でも大きい都市になります。うん。すごく大きい都市で都会です。私は今沖縄に住んでるんですけど、はい。フライト時間はだいたい1時間ちょっと ?1 時間半ぐらいかな？はい。結構近いです。沖縄から福岡県は結構近いです。はい。で、福岡のね、とっても便利なところが、博多空港から、博多駅っていう場所があるんですけど、福岡の結構一番大きな駅ですね、が、多分、20分とか ?30 分そんなにかかんないかな？すごい近いんですよ。だいたい空港ってちょっと田舎、郊外にあって、駅まで行くのすごく遠いなってイメージがあったんですけども、福岡はね、街の中に空港があってとっても便利です。行ったことがある方いますかね？もしいたらぜひコメント欄で教えてください。実は福岡ね、私4回目ぐらいだったんですよ。なんですけど、ちゃんと観光したことがなくて、初めて、福岡の中で楽しんだ旅行になりました。はい。今回は福岡の中心地の博多っていう場所と、あとは糸島っていう場所に行きました。はい。糸島は、すごくね、オイスターですね。牡蠣が有名だったり、たくさんロバタって言って、牡蠣を焼いて食べる場所がね、いくつかあるんですけど、私たちがね、行った時は、あいにくの雨で、ちょっとなかなか外で楽しむイベントはできなかったんですけど、いちご狩りをしてきました。皆さんいちご好きですか？私いちご大好きなんですけど、私が行ったいちご狩りは40分か45分ぐらいですね、食べ放題になっていて、もういちごいっぱい食べてきました。はい。日本でもね、いちごが有名なブランドがいくつかあって、私がでも知っていたのは、栃木県、東京から近いところにある栃木県のとちおとめっていういちごと、福岡で有名なあまおうっていういちごがあるんですけど、これ以外にあまり知らなくって、この2つがとっても有名ないちごなんですけど、私が行ったいちご狩りの場所では、10種類のいちごを食べることができました。はい。とってもね、美味しかったです。もう、10種類食べ比べてみたんですけど、全部味が違うんですよ。はい。すごくね、言葉で表現するのは難しいんですけど、すっごい甘いイチゴだったり、ちょっと酸味の酸っぱいイチゴがあったり、あとは、すごいフルーツ感がすごいイチゴだったりとか、ちょっとね、表現するのは難しいんですけど、イチゴをたくさん食べれてとっても幸せでした。皆さんは、フルーツピッキングしたことありますか？どうかな？結構日本ではね、春にいちご狩りとか、さくらんぼ狩りとか、あとは有名なので行くと秋の季節にはぶどう狩りがあったりします。私、ぶどうも大好きで、一回山梨県っていう富士山の近くにあるところに、ぶどう狩りしに行ったことがあるんですけど、もう本当にぶどうも美味しくて。なので、日本ではこういう季節のイベントたくさんあって、私はね、大好きです。皆さんはいかがですか？はい。他の国にもフルーツピッキングあるのかな？なんか一回聞いたことがあるのは、アメリカの生徒さんが言ってて、ブルーベリー狩りがあるって言ってましたね。
皆さんの国ではいかがですか？そういったイベントができる場所ありますか？どうかな？ぜひあったら教えてください。日本はね、ほんと美味しい果物たくさんあって、その季節ごとに違う旬のフルーツを食べるのが私は大好きです。旬ってわかるかな？どうかな？旬っていうのはその時期になると美味しくなるっていう意味なんですけども、例えば春だったらイチゴは、旬の季節ですね。いちごとかさくらんぼとかは春が旬の季節になってきます。あとは夏とかで行くと、スイカとか、スイカが旬の季節になってきますね。はい、そんな感じです。なので、季節ごとに美味しいフルーツを食べるのが私は大好きで、はい、よくフルーツ狩りに行きます。ぜひ行ったことがない方とか、試してみたい方はね、日本のフルーツとっても美味しいので、一度試してみてください。はい。ということでですね、今日のお話のテーマは、ホワイトデーについてです。はい。皆さんはホワイトデーって知ってますか？どうかな？調べてみたところ、ホワイトデーの文化があるのは、日本と韓国と、あと台湾と中国にあるみたいです。皆さんの国にはないかもしれませんね。どうかな？ぜひ、あったら教えてください。はい。ホワイトデーって何かっていうと、日本ではバレンタインデーっていうものもありますよね。バレンタインデーにチョコレートをもらった人がお返しをする日になります。はい。バレンタインは2月14日ですね。皆さんの国にもバレンタインはあるかな？どうでしょう？日本だと女性が男性に、チョコレートをプレゼントする日みたいなイベントになっています。はい。で、逆にホワイトデーは男性から女性にお返しをする日っていう風になっています。はい。なので今日はちょっと日本独特なこのホワイトデーについてお話できたらなと思います。はい。まずはですね、日本のホワイトデーを理解するためには、バレンタインデーの文化についても若干日本と他の国で違うことがあるかなと思うので、ちょっとお話できたらなと思います。はい。多くの国、日本以外の多くの国では、男性から女性にプレゼントをすることが多いかなと思うんですけども、日本では女性から男性にチョコレートをあげる文化があります。はい。他の国だとお花をプレゼントしたりしてるのかな？なんか決まったお花とかなのかな？ちょっとぜひ、他の国の文化について全然知らないので、自分の国ではこんな文化がありますってあったらぜひコメントで教えてください。はい。日本ではですね、チョコレートをあげる文化があるんですけども、実はね、いくつか種類があります。まず1種類目が本命チョコですね。本命チョコは、好きな人、恋愛対象として好きな相手にプレゼントするチョコのことを本命チョコって言います。はい。なので、もう本当に好きな相手に渡すチョコですね。で、もう一つが友チョコですね。友チョコは友達にあげるチョコレートの省略で友チョコって言います。はい。これは女性同士でもプレゼントし合う文化があります。うん。私も高校生とか、大人になってからもですね、バレンタインデーの時に仲のいい女友達にもチョコレートをプレゼントしたりとかあります。チョコレート以外にもですね、コスメをプレゼントしたりとか、そういったこともあります。チョコレートだけじゃないですね。はい。で、もう一つが面白くて、義理チョコっていう種類のチョコがあります。義理っていうのがちょっと面白いんですけども、例えばどんな人に渡すかっていうと、例えば知り合いの人とか、職場の人とかですね、職場の上司とか、職場の同僚の人に渡したりするチョコを義理チョコって言います。これは女性から男性に渡すパターンもあるんですけど、恋愛対象として好きっていうわけじゃなくて、お世話になってるからとか、そういった理由で渡すチョコのことを義理チョコって言います。はい。で、バレンタインデーにね、本命チョコだったり、義理チョコだったり、友チョコを渡す文化があるんですけれども、ホワイトデーについては、そのチョコレートだったり、プレゼントをもらった側からお返しをする日になっています。じゃあそもそもなんでホワイトデーって始まったんだろうっていうところなんですけど、もともと日本にもホワイトデーっていう文化はなかったんですね。なかったんですけど、ホワイトデーに関しては日本のお菓子会社、お菓子メーカーが考えたイベントと言われています。はい。バレンタインデーのお返しとして、最初はね、キャンディーとかマシュマロをプレゼントする日として全国に広まったみたいです。はい。そして、バレンタインデーの2月14日の1ヶ月後
3月14日ですね。その日がホワイトデーになったそうです。はい。この文化の広がりは、今では中国とか韓国とか台湾の方でも広がっているみたいです。日本ではですね、ホワイトデーのお返しにお菓子をプレゼントすることが多いです。例えば、クッキーとか、あとはキャンディーとか、マシュマロとかチョコレートですね。はい。最近ではなんかマカロンとか、あとはケーキとか、あとはコスメを渡したりとか、はい。あとは小さなアクセサリーですね。などをプレゼントする人もいます。結構バレンタインデーはチョコをあげるっていうのが定番になっているんですけど、ホワイトデーのお返しは割と、いろんな選択肢があるかなと思います。うん。もちろんバレンタインでもチョコ以外にプレゼントする場合もあります。はい。なのでこの時期、今の時期3月とかになると、デパートとかスーパーとかには、ホワイトデーの特別コーナーみたいなのが作られて、ギフトがたくさん売られています。はい、なんかすごい美味しそうなスイーツがね、よく、スーパーとかに並んでいて、プレゼントを探している男性とかがね、たくさんいます。で、実はですね、お返しのお菓子にも意味があるみたいです。はい。学生時代とかはですね、自分が高校生とか中学生とかの時は、好きな男の子にチョコをあげて、お返しのお菓子をドキドキしながらもらったりするのが、一大イベントだったりします。結構ね、学校ではね、本当は日本の学校って、お菓子とか持って行っちゃダメな学校がほとんどだと思うんですけど、多分先生たちもバレンタインデーとかホワイトデーの時、本当は持ってきちゃダメなんだけど、多分目をつむってくれて生徒さん同士で、プレゼントしてることを知ってはいると思うんだけど、多分ね、注意してないパターンが多いんじゃないかなと思います。本当はね、ダメだからみんなこそこそ隠れてプレゼントし合ったりするんだけど、本当に好きな男の子に、チョコをプレゼントするのはめっちゃ緊張しますよね。私逆もそうだよね。ホワイトデーに男の子から好きな女の子にお返しするときは多分ドキドキしてたと思うんですけど、なんかそういうのが青春だったりします。なんかいい思い出ですね。うんうん。日本ならではのお返し文化みたいなものがホワイトデーに直結してるんじゃないかなと思います。そう、日本ではね、何かもらったり、プレゼントでもらったりすると、お返しをするっていう文化があるんですね。例えば、プレゼントをもらったらお礼をします。お土産をもらったらお返しをします。はい。ホワイトデーもその文化の一つかなと思います。結構ね、面白いのが、旅行とか皆さん行きますよね。で、旅行に行った時に、職場の人にもお土産をね、買ったりする文化が日本にはあります。はい。私も前、会社員だった時に、旅行に行った時は、職場のみんなにもね、お土産をプレゼントしたり、逆に誰かが、職場の先輩とか同僚が旅行に行った時は、お土産をもらったりする、そんな文化があります。はい。なんか日本らしいお返しの文化の一つなのかなと思いますね。はい。ホワイトデーもそんな感じで、もらったものに対して、プレゼントでお返しをするっていう文化があります。はい。もらった気持ちに対して、感謝の気持ちでお返しをするみたいな文化が日本には、根強くあるかなと思います。これが日本のホワイトデーの大きな特徴かなと思います。なんかすごくいい文化だし、なんか他の国にもね、あってもいいんじゃないかなと思うんですけども、なんか日本独特、日本とか韓国とか台湾とか中国にしかない今は文化なのかなと思います。はい。ぜひ皆さんも逆にどうしてるんですかね。バレンタインデーとかは男性から女性にあげることがきっと多いのかなと思うんですけども、例えば女性から何かをお返ししたりとか、それとも交換するのかどうなんだろう。ぜひコメントで教えてくれたら嬉しいです。はい。ということで今日はホワイトデーについてお話をしてみました。皆さんの国にもなんかいろんなイベントがあると思うんですけども、ぜひね、なんか教えてほしいですね。いろんな文化ありますよね、多分。結構日本では母の日とかあったりします。5月かな。はい。5月に母の日っていう日があって、自分のお母さんだったりに、カーネーションっていうお花をね、プレゼントする、イベントがあったりします。他の国にもあるのかな。ぜひあったら教えてください。うん。
とか、お母さんに感謝する日があります。で、6月は父の日ですね。父の日は、なんか皆さんだいたいひまわりをあげたり、なんかネクタイをあげたり、なんかそんな感じで、プレゼントを自分のお父さんにあげたりしていますね。はい。あとは何だろう。他にもですね、敬老の日とかあったりします。9月かな、日本では9月に敬老の日。この日は実は祝日で国民の祝日でお休みになるんですけども、敬老の日って何かっていうと、おじいちゃんおばあちゃんですね。に感謝する日みたいな日もあります。この日はね、特に何かプレゼントをするっていう文化はあるのかな、あんまりないかもしれないんですけども、おじいちゃんおばあちゃんに対してありがとうっていう感謝を伝えたりとか、プレゼントを送ったりする場合もあるかなと思います。皆さんの国ではどんなイベントがありますか？これからもね、このポッドキャストでは日本のイベントとか独特なイベントいくつかあるので、そういった文化についても紹介をしていきたいなと思います。ぜひね、3月とか日本に来た時にスーパーとかデパートに行くとホワイトデーのプレゼントとかギフトがね、たくさん並んでると思いますので、はい、ぜひ皆さんも日本に来たらホワイトデーをぜひ楽しんでみてください。はい。では今日もポッドキャスト聞いてくれてありがとうございました。ではまた次回お会いしましょう。またねー。